にちは。RCDC また来ちゃいました。陽動さんが最近ね来てくれないからね。そうですね。また仲悪くなっちゃって。また仲が悪い説が出ちゃうので、ね、今日はドアがないもんで、はい。申し訳ないですけどね。はい、お元気そうで。なんとかやってます。じゃあブースでこれが紹介したいっていうのはありますか？このプロレスコンビですか？編集できると思って脱線しだした。本来のドスログチャンネル戻ってきたね。まだね放送禁止用が出てない。今ウォーミングアップ中だもんね。やばい、関西人やばいやばいやられちゃうね。左馬になっちゃうのでほどほどにしとこうかな。陽動さんどれから行く？じゃあこれから行こうかな。これはい、湾曲アルミ湾曲スライドラックタイプ3ですね。何が変わったんですか？こんだけ切れるようになりました。すごいですね。これが全てです。これ今キャスターってどのぐらいで使ってます？これ今12度ぐらいついてます。やっぱりここの円弧の。そうですね。一つは今までもね加工したりすればできてたんですけど、はい、もうそれをもうポン付けでできるようにしようっていうことで、まずこのタイロット関係を作り直しました。できるだけスリムにして、まあこういうところも逃げれるようにしたりとかして、でそうした上でこの湾曲のラック自体の R を小さくしました。要は急にしたというかね、ぐいっと曲がった感じにして、でこっちとこっちのボールの関係がこう切った時に、こっちは引っ込んでこっちは出るっていうのをよりこう大きくできるようにしてあります。これでここまで切れるようになってます。で切れるだけじゃなくて、まあ今多分ニュートラルが等ゼロが若干開いてるぐらいなんですけど、ここからこう切れていって、パラレルをずっとキープしながら、で後半ちょいと開くっていうこれはコーナーで良さそうだね。なのでだいぶ使いやすい感じに回し込みバッチリ、だと思います。さすが先生、ありがとうございます。じゃあ次はねこの2つかな。パネルと、あとは ESC マウントのタイプ2です。タイプ2、はい。これジュンタプロデュースなんですけど、でこっちのファンネルは、うちのねドライバーの亮さんがぜひ使いたいということで、作ってみました。ほぼほぼドレスアップパーツですね。かっこいいよねでも。なのでちょっとかっこよくしたいなと思って、でもう一つはここを見てもらうと、ちょっとね取り付け部分切り欠きがあるんですよね。本当だ。ちょっとワンピースでどうしても行きたかったんですよ。なのでネジがね入れられないと困るんだけど、この寸法でネジを入れるとこういうところが欠けちゃうんですよ。要は切り替えちゃうというか、なのでそれは嫌だったんで、これ先にねネジをちょっとだけ入れといてもらって、で刺してこう回してつけてもらうような付け方にしてあります。であとはボールポイントでちょっとちゃんと締めてもらうっていう。次にであとこの ESC マウントのタイプ2ですね。これはもともとジュンタがプロデュースというかしてたやつのタイプ2になりますね。今までよりも自由度を上げてるんですけど、一番はねここ横がね長穴になってるんですよ。なのでプレート全体が前後にこうスライドするような感じになってますんで、で裏返しでも裏返しというかこう逆さまで使えるんで、位置も自由に変えられるし。自由度だいぶじゃあ上がったね。だいぶ上がって。さすがジュンタ。そうですね。今日怒られちゃった。怒られちゃったんですか？前のサムネは何ですか？酒をくれって。あれですね。怒られちゃったんですね。だいぶ怒られましたね。そうですか。謝ってきましたけどね。次行きましょう。で次これはまだね、今回この会場で初めてお見せするんですけど、ワンピースアルミアクスルフロントのですね、アクスルのタイプ2です。なるほど。で今まで六角形だったんですけど、それをこういう三つなんつうの筒の方形で削ってですね、より軽くしたっていう感じに。だいぶニキニキしてあるもんね。だいぶしましたね。はい。陽動さんもだいぶニキニキされてきてないですね。したいですね。したいですね。はい。であとはこれは今度リアのアクスルですね。でこれ今までスチールだったのをアルミにして、でハードアルマイトをかけて耐摩耗性も上げてるっていう。なるほど。かなり軽量ですね。だいぶ軽いですね。じゃあレスポンス的にはかなり良くなりそうだいぶアクセルレスポンス良くなると思います。でノーマルがだいたい 5g ぐらい、でこれが 1.5g ぐらいなんで、だいぶ軽いですよ。パーセンテージでいうとやっぱりバカな人いっぱいいるんで計算できない人いっぱいいるんで、ちょっと何パーセントか教えてください。大体ね 65% 減っていう感じです。さすがエンジニア頭がいい。でそれとあと、このスプリング普通は丸いね、洗剤を使ってたんですけど、これは四角い洗剤を使ったスプリングになります。なぜ四
資格でやろうと思ったんですか？いろいろあるんですけど、一番はドリフトの車ってあんまりストロークしないんですよね。でその少ないストロークの中で幅広くバネレートを使いたいなっていうのがあって、できるだけ柔らかいところから硬いところまで使いたいなっていうんでこの四角いバネを使いました。要は少ないスペースで比較的大きな力を出したい時に使うバネなんですよね。はい、で使い方がちょっと似たり寄ったりかなと思って、それで試してみたらもうだいぶ良かったんですよね。それで商品化に向けていろいろ動いていたっていう感じです。でこちらが、ヘルパースプリングタイプですよね。そうですね、ツインの方ですね。でこれヘルパーの方も角なんですよ、四角いんですよ。でそれをうまく活かして、これ白くゴニョゴニョゴニョって、これは呪いがのお経でも書いてあるんですか？そうじゃなくて、お経じゃないの？お経じゃなくて、これねピタッと先端密着するとこういうふうにね、オーバードーズのロゴがね出てくるんですよ。あ、本当だ。このヘルパースプリングって結局 1G ではもう密着させて使うものなので、もうずっと密着してるじゃないですか。だからその時に見えるようにしようかな。なるほど。おしゃれですね。あとは相変わらずですけど、ここにちっちゃい字でロゴとスプリングの巻数が書いてありますので、見えてもう僕らには見えないですけどね。ちょっとね、なんか白い傷があるなって、そんなぐらいですけど。小人には読めるかもしれないですね。でもね、やっぱりこういうところがね、オーバードーズさんのこだわりだと思うんで。そうですね。さすがですよね。ちょっとね、そういうところやっぱかっこいい方がいいじゃないですか。やっぱかっこよくなきゃオーバードーズじゃないみたいな。そうですね。そこも大事なんでね。大事ですよね。バズブレイクも行きましょうか。じゃあ続いてバズブレイクのBB ガールって何ですか？ガールじゃないね。なんかちょっと違うあれになっちゃう。あれいませんでしたっけ？りょうくんのレースの時になんかボンボン持った人いませんでした？違います。違います。新しいところでいきましょうかね。バズブレイクアルミのホイールがあったんですけど、これが従来のアルミのホイールですね。で今回新しい試みとしてアルミの2ピース。要はこうやってまずリムがあって、でディスクがある。でそれをこのピアスボルトで、これ一個一個バラバラなんですけど、ピアスボルトで固定していくっていう本当の2ピース。これかなり細かいね。ちっちゃいね、ピアスボルトを専用で作ったんですよね。これ全部バラバラで販売する予定みたいなんですよ。なので例えばこうやってね、例えばこれブロンズの艶消し、でこれがガンメタの艶あり、ブラックの艶ありですね。でこういうシルバーのもあったりとか、それを全部こうやって組み合わせは自由なので、でピアスボルトの色もね、シルバーとブラックとゴールドとあるもの。そこまでこだわってんだ。これ作っちゃってますからね。ありものじゃないんですよ。本当。既製品じゃないんだ。既製品じゃない。これやばいじゃん。いやこれめちゃめちゃかっこいいじゃないですか。見た目はね、本当にピカイチです。今までにないタイプなので、ちょっとそういう最近ほらオキラジとかね、そういうイベントもあったりとかするんで、そういうのにすごくいいんじゃないかなと思う。であとこの辺は従来のねホイールなんですけど、ちょっと地味な部品ですけど、今までアルミのナットが出してたんですよ。でそれのちょっと薄いタイプ、でナイロンが届かないとかっていうね、ちょっとアクセルシャフトが短くて届かないとかっていう時に、この薄いタイプを使ってもらうっていうのと、あとはナイロンじゃなくてこっちのスレートのタイプもなんか用意しましたんで、どっちか好みで使っていただければなっていう感じですね。用途に応じてね。例えばセレートはこういうアルミにはちょっと向かないと思うんで、ちょっと向かないですね。でそういう時はナイロン使ってもらうとか、そういう風にちょっと使い分けてもらえたらなっていう感じですね。これなんていうの、バックパック？デイパック。これ限定100限定100だってバズブレイクの外側がデニム生地なんですよね。中防水。触ってもらうとね、こういうパリパリしてるの入ってるでしょ。で、なんかクッション材入ってるでしょ。入ってる。本当だ。ウーバーイーツいけるんじゃないですか。これ裏地作ったんだ。作ってる。本当だ。金かかってる。B スタイル横浜っていうブランドをね作ったんですよ。そういう新しいブランドがあるんだ。そう、バズブレイクのなんかそういうアパレルのブランド。これがそう。これが。これ？それがロゴですね。B スタイル横浜が。それなんかりょうくんがなんかやってたね。そうね。だよね。そういうのアパレル展開もすごいね。こいつがね、
ヨドさん注目のこれね僕個人的に欲しいんですけど、弁当箱弁当箱ちょっと大きくないですか？ちょっと大きい弁当箱いっぱい食べるんで。食いしん坊これ何の箱？これね一応まあ何でもいいんですけど、ええタフシェルっていうシリーズうちこういう小さいねこういうのこういうありますね、はいはいケはい。ースをやってるんですけど、うんそれのでっかい版です。これはもうここにもうボディが入るんで、だからシャーシもまるっと入っちゃうし、うんうんうんこれの大容量版っていう感じです。へーこれなんかいいね。これねいいっすよ。旅行とかにも良さそう。そうこうやって入るんで、うん僕これに充電器だったりとか、ええ電源とかなるほどそういうの入れて運びたいなと思って、閉めるでパカって開けるとはい何を期待してるんなんですか？か言ってくれるかなと思って久しぶりだけど噛み合ってないいやいやでもこのちぐはぐがいいんですよ。でもなんかねもう違うとこ求めていや、ヨドさんあんまりいじっちゃ悪いじゃないですか。何年前かなちゃんと見ていじってるから忘れちゃってるやっぱり年も年なんで、はいすぐ忘れちゃうんですよ。そういいことなんですよいいことなんですよ毎回ね RCDC にこうやって来ると福さんにまず説教さ説教さんそうなんです説教じゃない一ユーザーれ。1ユーファンのバスログチャンネルを愛するファンの一意見もっと攻めてたぞ今度ヨードさんまたうちに来てくれるって言ったんんで、商品もやりたい放題じゃないですかホームガードでやりたい放題やりすぎて情報入ってこないです気をつけてわかりました。過剰摂取はちょっと気をつけてそうですね、はいじゃあまずは次はドアから行きましょうか。そうですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。